モ活時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー118新 SD 戦国伝伝説の大将軍編のキット武者ガンセイバーを作っています。1993年に発売されたキット、飛行形態を製作する塗装動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ、塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずはベース塗装です。色分けする箇所に下地を塗っていきます。今回使ったのはパレホのゲームカラーでエルフィックフレッシュ。少しフレッシュっぽさもある白カラー。水で溶いて薄めながら塗っていきます。ひと手間ですが、この下地があるないではこの後の塗装効率が違ってくるので、漏れなくしっかり塗っておきます。今回はこのエルフィックフレッシュを下地に使いましたが、同じくベース塗装ではパレホゲームカラーのデッドホワイト、シタデルカラーベースコラックスホワイト、レイスボーン、レイヤー、ホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュなんかを用いています。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。色分けの1色目はメタリックの定番銀色です。パレホのゲームカラーシルバー、陣翼の槍などに色分けする箇所がありました。さすがに発色の強い銀、一発で色が乗っていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシ、ハケを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約30分でした。パーツは2色の成形、メッキパーツ、プラスポリキャップとスプリング、シールが付属。シールに頼った色分け設定のキットだったので、塗装でカラーリングはなかなか先の思いやられるボリュームのあるペイント作業。メタリックが続きます。次は金色です。シタデルカラーベース、レトリビューターアーマーを使いました。BB 戦士の戦国伝のキットでは欠かせないゴールドです。高温の弓などに塗る箇所がありました。シタデルカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。ここで赤を使います。パレホのゲームカラーブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。シールで色分け対応になっていたり、未塗装箇所に使いました。赤はもともと隠蔽力はそこそこあるカラーですが、今回は下地をしっかり入れているということもあって問題なく色が乗りました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物・モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色をメインとしています。粘度はやや低め、隠蔽力や塗膜は強い特徴を持っています。新 SD 戦国伝と銘打たれたシリーズは、この後の7人の超将軍編、超機動大将軍編へと連なっていきます。それ以後の冠は超 SD 戦国伝となります。仕上げに入ります。アポシカリーホワイトを水で溶いて流し入れるように染め塗りしました。もともとの白、赤の成形カラーをそのまま生かすパーツには、シタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料種からマットな質感に表面仕上げを変えるストームシールドという液体塗料を使いました。ハケで水で薄めてさーっと塗っていきます。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。このパートでは武者ガンセイバーの本体をパーツ乾燥、飛行形態を完成します。 BB 戦士ナンバー70 SD コマンド前期 G アームズのガンセイバーゼータのパーツ流用で作るキャラクターです。プラモデルの変形ギミックでもあるこの飛行形態は、烈空の鎧を装着した
烈空ガンダムにも匹敵する飛行能力、必殺技天空撃を得得します。フロントビューからリアビューがこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー118新 SD 戦国伝伝説の大将軍編の武者ガンセイバーその2の塗装の今回はガンセイバー本体をパーツ乾燥、飛行形態を完成させました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。